香水の侍が懐かしいヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの匂い消しについてお話をしたいと思います。今はですね、もうなんか香水とかつけなくなりましたね。鼻が敏感な生き物なので。ヘビ自体はその汗をかいたりとかをしないので体臭っていうのがないですね。例えばうちで言うと、ネズミも育てているのでファームがあって、そのネズミはですねやっぱりいろんな匂いが獣臭がするわけですが、ヘビはね匂いはしない。こういうところからしません。ただ排泄物はあるので、糞をした時とかは早く取ってあげないとその匂いはするわけですね。今日はボールパイソンとかヘビを飼うにあたって匂い消しに当店で使っているものを少しご案内したいと思います。うちではですね2種類の消毒用スプレーを使っているんですが、一つはこれですね。これはアルコールです。器具の消毒とか手指の消毒なんかにアルコールを使ったりします。でそれとは別に次亜塩素酸水っていうのも使っていて、普段はアルコールに統一しています。なんでかっていうと、次亜塩素酸水はだんだん薄くなっていく。放っておくと化学変化でどんどん濃度が下がっていってしまうので安定しない、常に濃度を確認しながら使わなきゃいけないっていうことがあって、基本的にはアルコールで消毒をして、大掛かりな大掃除をする時とかっていうのは塩素系のもので消毒をしたりするんですけれども、この次亜塩素酸水はですね、生体には害が非常に少ないと言われています。なので使われている方も多いんじゃないかなと思いますけれども、もう一つですねとっても素敵な効能があって、それはね匂いを取ってくれる。ちょっとなんかうんちの匂いついちゃったなっていう時とかにシュッと吹いてあげれば、それでかなり匂いが取れたりするので、いろいろ匂い消しの製品はあると思うんですけれども、次亜塩素酸水が最も匂いが取れるかなと思います。リセッシュとかね、ファブリーズとか吹くわけにはいかないので、またいい匂いをさせる必要もないですから、匂いの元だけを取ってあげるっていうことを考えると、次亜塩素酸水が生体への影響を考えても最強じゃないかなと思います。今日はじゃあどんな風にやるのかっていうのを少しご覧いただければと思いますけど、大体ですねこれ端っこの方に糞をするわけですね。ボールパイソンの糞は2種類あって、黒いやつと白いやつとざっくり言うとあるんですけれども、これは尿酸と言われるものですが、こういうの取るでしょ。取って捨てるんですけど、パッとやるときはね、全特解するときは別ですが、ちょっとパッと早く取ってあげたいっていう場合はこうやって取ってあげて、こういう次亜塩素酸水をシュッと拭いてあげる。これで、除菌と消臭ができるわけです。こういうふうにした後で、追加のヤシ殻とかを補充してあげると、パッとしたなんて言うんでしょう、霜のお世話はこれでいいかなと思います。定期的にやっぱりこうへたってくるというか汚れてきたりするので、全部捨てて消毒して入れ替えたりとかっていうのもするんですけれども、やっぱり糞とかがあればそこから雑菌が繁殖してしまうので、クイックに迅速に取ってあげたい。そういう場合とかはこういうふうに部分的に取り替えてあげてスプレーをしてあげるといいんじゃないかなと思います。朝例えばねさあじゃあ学校に行くぞ、仕事に行くぞっていう時にパッと見たら糞してる、このまま置いておくと取り替えてあげられるのは夜になっちゃうっていう時とかにパッとねそこだけ変えられたらすごく便利だと思うんですね。変えた状態でシュッと拭いてあげると匂いも取れるし除菌もできていいんじゃないかなと思います。ボールパイソンっていうのは、ほとんど匂いが出ない生き物ですから、消臭をしたいという時はこうやって糞自体を取って次亜塩素酸水をかけてあげるっていうことと、あとは床材ですね。汚れた床材っていうのをすぐに変えてあげるってことをすれば、もう匂いについてはねほとんど気にならなくなります。うちはもう1000匹近くいつもいますけれども、生き物屋として何ですかね、1000匹生き物がいてこんだけ匂いがないっていうのはねかなり珍しいんじゃないかなと思います。それはきれいにするように心がけているっていうこともありますけれども、そもそもが糞をすぐパッと取ってあげれば匂いがかなり出ないし、その対処も簡単だっていうこともあるかもしれません。どうしてもね集合住宅とか密集地に住んでいると生き物の匂いっていうのは気になるかもしれないんですけど、匂いで問題になることっ
お隣さんとトラブルになることとかっていうのはもうないんじゃないかなと思いますね。だいたいボールパイソン飼われてる方っていうのは他にも飼ってたりするので、例えばボールパイソンと一緒にレオパとか飼っていて、レオパも全然匂いしないと思うんですけど、その餌のコオロギとかデュビエとかが匂いするっていうことはあるかもしれませんけど、爬虫類っていうのはね、匂いがもう本当に少ないので、ちょっと匂い気になるわという方とか、ちょっとお隣さんにご迷惑になるかしらっていう方も飼いやすいんじゃないかなと思います。今日はどうやって除菌とか消臭をしているのか、匂い消しについてお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。